やっぱりすごくサイズアップした感がすごくって、やっぱ洋服を着た時に胸の存在感があってすごく嬉しいです。他には、なんか思ってたより脂肪を定着してくれたのかわからないんですけど、想像したよりはこう大きさ維持してくれてるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今回ね、太ももの脂肪筋からの消耗力でね、やっていこうと思うんですけど、なんかやろうと思ったきっかけあります？ダイエットで胸がなくなっちゃった感じがしたんで、足も細くしたかったついでに胸もちょっと張りが出ればいいかなと思って。なるほど、いいですね。はい、まあかなりね、スタイルいいんですけどね、ちょっとやっぱりどうしてもダイエットするとね、胸のところから落ちやすい人とかいるので、入れておけば、例えばですけど、太ももが細くなって胸がついて、で、なんか万が一ちょっと食べたいなっていう時期に太ったとしても胸からつきやすくなるっていうね、ちょっとメリットがあるので、そこはいいかなと思うので、やっぱりしっかりと太もものラインもこだわって作って、かつ胸のところにもしっかり入れていく感じにしようかなと思いますね。特に太ももで気になるところってどこら辺ですか？内側ふにょっとしてるです。でここしっかり取るんですけどね、ちょっとね、多少皮膚の伸び感でもしかするとこうグーってやった時に本当にここからもうまっすぐにしたいんですけど、今でも若干こう盛り上がってるじゃないですか、ここは若干ちょっと内側に入る可能性はありますけど、ちょっとこれやってみないと分からないところで、でもなんか綺麗にできそうですけどね。で今回膝も綺麗にするんですけど、ちょっと膝はですね、結構こだわってやってはいますので、吸っていいところと吸ってはいけないところがあって、この膝のこのシワッとするところ、ここはもう脂肪じゃなくて皮膚なんで、ここをするとシワシワとしての感じがちょっと出ちゃうので、ここはもうあえて吸わずに綺麗にできるところだけしっかりする感じでやっていきますね。大体の方がこのね、内ももの隙間とこの太ももの外側のね、この張り出しのところを取ってあげると、スキニーとか履いた時もね、まっすぐなライン作れるので結構綺麗にできるかなと思いますね。でお尻のすぐ下はですね、ここちょっと取るとお尻下がっちゃうので取らずに、で今回ちょっとお尻のこの張り出しがあるところですね、ここはしっかりと取らせてもらって、全体的にまっすぐなライン、まあ脂肪補強なんですけど、ただ脂肪を取るだけじゃなくてね、太もものラインもボディライン全体も整えながらやってあげると全体的に映える感じのボディライン作れるので、そこで今回やっていきますね。ちょっとウェーブ体型ですかね、角。なんですかね。ちょっとこっちが張り出し、細いですけどね、細いけどちょっとこの張り出しが出てるタイプの方は、太ももの脂肪筋ね、外側とかやってあげるとかなり綺麗にできるんで、骨格によってね、取り方をちょっと変えてあげると、すごいウェーブなわけじゃないですけどね、ナチュラルとウェーブの間ぐらいかなと思いますけど、踊ってあげると綺麗にできると思ってやっていきますね。下のラインは割と気にそうですよね、形気に入ってるんで、このままの大きくなる感じ。まあカウンセリングの時と一緒かな。多分上がそげてる感じが自分的に。なるほど。ちょっと上の方にも入れてあげる感じで、乳房ラインとかね、バージスラインと言われてるラインはかなり綺麗なので、ここはもう本当に崩さずに入れてあげるのと、こっちの方がなんか外に張り出てる。そうですね。こっちを合わせる。でちょっとこの右側、外側に多めにちょっと入れる感じで調整していきます。まあデコルテのところなんですけどね、なんか入れすぎるとなんかごつく見えるので、自然な感じで入れていきますね。ちょっと一番綺麗に見えるところで全体的に作っていきますね。で大体の人はね、左の方が大きいので、右をちょっと多めに入れて調整していく感じでやっていきます。じゃあ後ろが終わったんでね、前側でいきますね。まんべんなくすっていって全体的に柔らかくする感じですね。特にね、この骨盤のあたりの取り残しをこういう風にこうしっかり取るのと、この方内側に特に隙間が欲しいと言ってたので、隙間のところをしっかりね取っていっていきます。この方ね、乳房ラインのこのバージスラインとか呼ばれているラインがね、非常に綺麗なので、そこはもう崩さずにまんべんなく入れていく感じですね。あと上部ですね、デコルテそんなにボリュームないわけではないですけど、ちょっと入れたいということなんで、そこをメインで入れていきますね。
で、大体300前後で入れていって、2回目も考えてるのでね、そんなに70。無理にパンパンに入れる必要はないと思うので、しっかりと徐々に大きくしていくのでやっていこうかなと思います。オペ、翌日になります。圧着着を脱いだ状態で取りたかったんですけど、全部脱いだら痛くて履けなさそうな気がしたので、履いた状態で失礼します。とにかく痛いです。起き上がるにも歩くにも膝も曲がらない。ちょっと曲がるかなくらいの感じで、昨日足を高くして寝たおかげで、足の甲とかにはそんなによく見るむくみは来てないです。とにかく痛みが強くって、トイレに行くのにも10分ぐらいかかりますし、ガードルを下げるとしても、もうここぐらい、膝上ぐらいまでが限界で、履くときも皮膚に擦れる感じだけですごく痛いです。痛い以外はもう何もないです。なんか見た目も若干横の張り感とかすでに術前に比べたらすっきりしたような感じがするので、経過これからも見ていきたいと思います。すでにここもすっきりしている感じがします。内出血は脱いだら思ったより出てなくて、この股関節周りに少し紫色の内出血があるぐらいで、他は圧迫着を着ているからか他にあまり内出血が出てない感じですね。まだ24時間経ってないぐらいだと思うんですけれども、すごく胸が張っているような感じがします。内出血は右側の方が少しすでにもう強く出ている感じで、胸筋を鍛えまくった後の筋肉痛といった感じです。痛みは太ももの脂肪級に比べると全然ありません。昨日の方が痛みは胸は感じなかったんですけど、翌日になってすごく張ってるなっていう感じがあるくらいで、日常生活は重いものを持つのが少し怖い。2リットルのペットボトルとかちょっと持つのが辛いなって感じたりとか、かがんだ時に物を起き上がる、ベッドから起き上がるとかっていった動作が少し痛みます。太ももの脂肪吸引術後2日目になります。昨日はちょっと痛くて圧着着が脱げなかったので、今日頑張って脱いでみました。膝上ぐらいまでしかトイレの時に見てなかったので、あざがどんな感じになってるか分からなかったんですけど、思ったより出てないです。後ろに膝周りはちょっと出てますかね。膝に多分むくみが、ちょっと家の中で歩くと膝がすごくボールみたいな、膝の上に何か乗っている感じがします。痛みは昨日とそんなに変わらない感じで、痛み止めを飲めばなんとか歩いたり日常生活が送れるような感じです。すごくしっとり感もあります。ダウンタイム2日目になります。腫れてきたのか、昨日よりもさらに胸が張っている感じが強くって、痛みも昨日より若干増しているかなって感じがします。ただ、あざが右側がすごく昨日内出血で出てきてたんですけど、今日は昨日に比べると若干冷えてきたかなっていう感じがします。まだすごくパンパンです。ダウンタイム3日目になります。痛みは昨日よりだいぶ引いてきて、日常生活も送りやすいようになりました。内出血は昨日とそんなに変わらずですかね。着着を脱ぐとちょっと足の突っ張り感があるので、私は圧着着履いてる方が
楽な気がします。膝がやっぱりむくんでいて、曲げ伸ばしがしづらいと、膝から下はそんなにむくみは落ちてきていないです。術後3日目になります。今日は昨日、一昨日みたいなすごく胸の張り感はすごく減ってきていて、内出血もやっぱ紫からだんだん黄色にすでに変わってきている感じです。やっぱ右手が利き手なんで、右手ばっかり使うせいか、こっち右側が内出血が強く出てるのかなっていう感じがします。今日もう3日経ったので、ちょっと傷確認するためにニュートンの方のテープも貼り替えたんですけど、特に縫合部出血とかもなくって綺麗でした。それ以外は特に足の方がやっぱり変わらず痛いので、胸はそんなに日常生活気になることは今のところないです。太もも指導吸引術後4日目になります。痛みはかなり減ってきていて、日常生活がすごく送りやすくなりました。もう痛み止め飲まなくても過ごせるぐらい、膝も結構上がるようになってきていて、階段が上り下りできるようになってきてですね、降りるときがちょっと降りづらい感じ、突っ張って降りづらい感じがするんですけど、膝も結構上がります。では、ちょっと外で歩くだけですぐむくむので、そこだけ、むくんだときだけ足が若干痛いかなって感じですね。術後4日目になります。お胸の張り感がだいぶ減ってきて、昨日よりは痛みがすごく引いた感じがします。内出血は若干ここと黄色くなっている、ポッコボが出ているくらいで、特に変わりはありません。唯一変わりがあるとしたら、若干テープ貼っているところが痒くなってきてる気がするので、そこだけ少し辛いかなっていった感じがします。それ以外はもう特に胸の方は何も気にならなくなってきています。太もも指導吸引術後5日目になります。シャワーに入るために今日は着着を脱いだので、脱いだ状態で撮ってみたんですけど、かなり内出血が出ています。内側とか結構グロテスクな感じです。痛みはなんか今日ちょっと痛くなった感じがして、痛み止め1回だけ飲んで日中過ごしたんですけど、何だったんだろう。でもなんか痛みは特に強くなったりとかはしてないですね。まだやっぱり突っ張る感じがすごくあって、日常生活は送りづらいです。太さも術前よりはめちゃめちゃ太くなっていて、早く細くなっててほしいなっていう感じです。術後5日目になります。特に昨日と変化はないです。張りもだいぶ落ち着いてきて、下の方は柔らか皮膚の感じが戻ってきてますし、腕上げるのも最初は術後結構きつかったんですけど、だいぶ上がるようになりました。あとは変わったことは特にないです。張り感もなんか日に日に減ってる感じがするし、起き上がるのもそんなに辛くなくなってきました。術後6日目になります。着着を脱いだり着たりするのが痛いので、ちょっと膝下まで下ろしてみました。気になることがちょっと1個あって、ここの太もものところが分かりづらいかな。圧迫をたるんじゃったのか、ここの内ももが結構ボコってしちゃってて、これは大丈夫なのかなっていうのがちょっと気になります。あと、右膝が曲げると結構傷が痛んで、ズキってするんですけど、特に傷跡は見た感じ、よいしょ。広がったりとか乖離してないんで、そのままでいいのかなって感じではあるんですけど、そこだけがちょっと足気になります。それ以外は特に。内出血も昨日より若干してましたかね。どうだろう。歩きやすくはなってきてます。ここのボコつきだけ綺麗に治るのか、ちょっと気になります。術後6日目になります。
胸はもう特に痛みとかもなくて、違和感もだいぶ突っ張り感もないので、特に何もないです。まあ内出血がまだ若干残ってるかなぐらいで、特に何も日常生活不便することはありません。脂肪が定着してほしいので、ちょっと食事に気をつけたり、豆乳飲んでみたり、フルーツ食べてみたりして毎日過ごしています。脂肪吸引術後1週間になります。昨日気になってた左足の付け根のボコつきはむくみだったのか、今普通になってます。治ったみたいです。それ以外は特に昨日と変わりません。気になるのが足の裏が変なところに力入って歩いてるのか、足の裏が痛むのと、あとは相変わらず張りと座った感じがまだちょっと変な感じがするっていう感じですね。術後1週間になりました。特に昨日と変化は変わりないです。違和感もないですし、張ってる感じも随分減ってきちゃって、1週間でこんなに変化あるんだなって思いました。まだやっぱ腫れが残ってると思うので、入れた後とそんなに大きくまだ減ってるなって感じはないんですけど、維持できるようにこれからもちょっと食事と気をつけていきたいなっていう感じです。明日抜歯なので、このちょっと痒くなってきたテープたちが外せるのが楽しみです。1週間程度ですね。大変でしたね。大変でした。帰りましたその日。帰りました。新幹線。新幹線で。どれぐらいかかったんですか？ 2 時間ぐらい、家までは。家までは1時間半なんですけど。近いですね。遠方からね、来ていただいて、もうその日に帰られる人が多いので、次の日の方が大変でしたよね。の方がそうですね。2日目と3日目がそうですよね。帰れるなら僕は結構帰るのをお勧めしてて、一泊不安なのでこっちで泊まるっていう人もいるんですけど、多分次の日の方が結構大変で、お家に帰るのが大変なんで、もし可能だったらその日に来て、その日に受けて、もうお家に帰って次の日はずっとお家に寝てるっていう方が楽かなと思いますね。で、1週間とかねずっとお家に滞在してくれる人とかもいるので、そういう場合はいいかなと思うんですけど、結構次の日大変なのでね、動けなかったですよね。動きました？3日目ぐらいはベッドとトイレの往復。ベッドとそうですよね。で、今はねこのパンパンな感じで足も、内出血普通ぐらいかな出てる感じで、太ももは結構長いので2週間で内出血とか治ってきますけど、ちょっと2週間 2.5 週間とか場合によっては3週間ぐらいまでちょっと薄い紫のやつが残る人がいますね。で、ここからお胸はちょっと減ってくるので、しっかり栄養のあるものですね。植物性のタンパク質とかアミノ酸とか、あとビタミンミネラルを取っていただいて過ごしていただければと思いますね。術後9日目になります。昨日抜歯してきて、だいぶ足も上げやすくなりましたし、ちょっとだけ長い距離歩いても疲れないようにはなりました。ただ1週間ほぼほぼ歩かない生活を送っていたのか、筋力が落ちてふくらはぎとか足の裏がちょっと筋肉痛で痛いです。あとは拘縮が始まってきていて、前ももがすごく硬いです。昨日クリニックで抜歯の時にポーマを当てたので、それがちょっと切ってくれていいなって感じではあります。あとはものすごく足の乾燥がひどいので、ちょっと保湿ちゃんとして痛くない程度にマッサージして拘縮予防していきたいなと思います。こんな感じですね。あざはまだありますね。術後9日目になります。昨日抜歯をしてきて、特にもうお胸は何も変わりがないです。日常生活何も不便ないですし、若干この辺に内出血が残ってるかな、ところどころっていうぐらいで、特に変わりはないです。ちょっと肌が乾燥するので、そこはボディクリームしっかり塗って保湿していこうかなと思っています。術後10日目になります。特に昨日と変化はないんですけど、裏ももは結構楽になった気がします。普通にこうやって立てても内ももの張りだけすごい感じがします。まだ膝をついたりする体勢は膝が痛くてできないんですけど、トイレもスムーズになりましたし、靴下履くのももう自分で
割とスムーズにできるようになったので、本当この10日で日常生活をやっと取り戻せている気がします。あざも黄色いあざがだいぶ減ったような気がするの。昨日ちょっと半身浴、お腹ぐらいまで40度ぐらいのお湯で10分内ぐらいですかね、使ったんですけど、それもあってか、あざも黄色いあざが減ったかなと思います。脂肪放棄術後10日目になります。胸も本当に変わりがないです。ただ、撮った写真をちゃんと見比べてると大きくなったなって感じがしてすごく嬉しいです。やっぱ1日目、2日目がすっごいパンパンに腫れてたんで、すごく大きくなってたから、もう腫れ引いてきてちっちゃくなっちゃったかななんて思ったんですけど、やっぱ術前に写真撮って変化を見るのは大事だなと思いました。特に何も胸はないです。痛いとかもないし、かゆいとかもないですね。特に順調に経過たどっていってると思います。太もも脂肪吸引術後11日目になります。あざもだいぶ減ってきたような気がします。内もももだいぶできましたね。濃縮がかなり出てきているので、硬い部分を湯船使ってちょっと温めた時に押してみたりしています。やっぱりつったり感があるので、どうしても膝周りとか内ももが結構拘縮強くて痛いです。日常生活もだいぶ送りやすくなりましたし、ただあっちぐりをずっと履いてると、圧迫されすぎるのか結構足がすぐ痛くなっちゃうので、脱いでる時間が長くなってきちゃったんですけど、大丈夫なのかなって感じです。寝てる時に履いてる方が痛みが起きちゃって、日中動ける時に履いてる方が私は楽です。膝裏とかに結構シワが溜まっちゃって、それが圧がかかっちゃって痛いのかちょっとよくわからないんですけど、なるべくでもね、お家にいる時は履くようにしています。術後11日目になります。胸はやっぱり特に変わらずで、日に日に柔らかくなってきている気がします。張った感じも生理の時に張ってるよりも全然張った感じがしてなくて、もう胸に関しては特に何も心配してないです。ただ横向きになった時に若干この横乳が当たると痛いとは違うんですけど、存在感があるなっていう感じです。それ以外は特に何もないですね。ものすごい注意に術後12日目になります。昨日マッサージしたおかげか、前、もも以外は割と痛くなく過ごせています。たまにやっぱりちょっと動かしすぎると膝がむくんでまん丸くなるぐらいで、足も結構上がるようになりました。他に気になることは、拘縮が痛いだけなので、そこだけはちょっとマッサージと入浴とでほぐしていけたらなと思います。まだ膝ついたりとか、正座には全然ならないです。術後12日目になります。胸はもう特に変わりがないです。なんならもう乳頭の方の傷口ないんじゃないかってぐらいすでに綺麗になってきてるんですけど、一応傷口は傷口なので保湿して気をつけるようにはしています。内出血がなかなかここが消えないですけど、長く様子見ていきたいなと思います。痛みとかはもうないです。もう13日目になります。今日ちょっとインディバに行ってきて少し足が軽くなった気がします。立ち上がりとかもだいぶスムーズになってきたんですけど、内側がカッチンコッチンです。濃縮すごいきてて、肌じゃないみたいにカチコチなので、ちょっとインディバとマッサージとやっていこうかなと思います。あと乾燥がすごくひどくてボロボロ肌がむけちゃってる感じなので、保湿もちょっとしっかりしてケアしていこうかなと思います。脂肪放棄術後13日目になります。
お胸は毎日本当に変化がないです。ただなんか横から見た時にこの上に注入してもらったおかげですごくバストラインが綺麗になったし、大きく見える感じがして毎日嬉しいです。痛みももうないですし、ただ乳頭の乾燥がすごいので、そこだけ保湿ちゃんとやっていかなきゃなと思ってます。足に比べると胸はそんなに乾燥してる感じないんですけど、刺激与えない程度にクリーム塗って保湿していかないといけないなとは思ってます。それ以外は特に何もないですね。この脂肪吸引2週間が経ちました。だいぶ2週間前に比べたら足が楽になったんですけど、むくみがすごくて、術前より足太いんじゃないかなってぐらい太いです。あと、こう膝の上に何か物を置いちゃったりするとむくみで跡がついたりします。それ以外は特に何もないです。なんとなく突っ張るなって時がちょこちょこあるんですけど、それでも日常生活は本当に2週間前の術後2、3日目に比べたら全然しやすくて、やってよかったなってやっと思えた気がします。頭もだいぶ引いてきました。内側にちょこっと残ってるぐらい、あと後ろが後ろに残ってるぐらい、頭だいぶいいですね。ただむくみがすごく気になるので、切れるときは着衣着てむくみ対策したいと思います。脂肪移植術後2週間になります。今日はちょっとナイトブラして動画を撮ってみてます。これ補強する前からもつけてたんですけど、全然つけた感じが違います。なんかお胸がちゃんとあるなって感じがあってすごく嬉しくなりました。なんか傷今ちょっとテープ取ってるんですけど、全くわからないぐらいすでにもう綺麗でびっくりしてます。乳頭なんてもうほぼほぼ傷がないです。胸も足と同じように結構今日乾燥してきて、お風呂入って体洗ってる時にポロポロちょっと赤じゃないんだけど乾燥の皮膚の剥がれみたいなのがあってびっくりしました。ちゃんとちょっと保湿していかないとなっていう感じです。あざでもここに残ってたのがあったんですけど、だいぶもうあざないです。普通の胸って感じなので、あとはもう定着してもらえるようにいいですね。食事心がけたり、ちょっとプロテイン飲んだりというのをしています。太もも脂肪吸引から20日が経ちました。あざはなくなりましたね。だいぶ。ただ拘縮がものすごくって、術後インディバに今週と先週と2回行ったんですけれども、なんかすごく脂肪吸引自体はうまくできていると思いますってインディバのお姉さんにも言っていただけて、ただすごい内側、ここの拘縮、特に左の拘縮が強すぎて、拘縮がとにかく痛いです。しゃがんだりとかはゆっくりだったらできるんですけど、まだちょっといててててっていう感じにはなります。あと他には特に気になることはないです。拘縮だけ早く治ってほしいなっていう感じはあります。でも20日でかなり日常生活も過ごしやすくなって、特に痛み以外は術前とほぼほぼ変わりない生活を送れています。お胸の脂肪移植から術後20日が経てました。ちょっと今日もナイトブラをつけちゃってるので、どんな感じかはわからないと思うんですけど、内出血は完全になくなりました。張り感もだいぶ減ってきて、こう触るとバスト柔らかい感じで、生理前の胸張ってるかなぐらいの硬さで、触ると皮膚感が取り戻してきたような気がします。特に痛みとかもなくって、特に感じることはないですね。他は特に痛みもないですし、うつ伏せにならないようにだけなるべく気をつけて生活している感じになります。この脂肪吸引術後21日目です。変わらず拘縮がすごく痛いです。膝はここぐらいまで曲がるけど、あんまりしゃがもうとすると膝が破裂しそうになります。それ以外はもう階段も問題ないし、足も結構上がるようになりましたね。なんか1ヶ月目ぐらいまでも結構トイレの便座座るの痛いっていう口コミとか見てたんですけど、痛くないように家にはクッション引いてて、トイレ用のそれあれば全然痛くなくて、トイレもストレスなくできてます。やっぱ駅とかの何もないトイレだと若干ゆっくり座って気は使うかなっていう感じで、それ以外は特に何もないです。脂肪移植術後22日目になります。今日はちょっと
わかりやすいようにナイトブラ脱いで撮ってみましたが、いかがでしょうか。若干やっぱ右の方が吸収されちゃったのかなっていう感じで左右差があるように感じますが、なんか術前の写真を撮っといてよかったなって思います。術前と見比べると、あ、やっぱやってよかったなってすごく感じています。特に変化とかもないです。あと、傷もかなり脇とか、脂肪吸引の傷もそうですけど、だいぶ良くなって、傷用の薬を私前から持ってたので、それ塗ってテープで保護してっていう感じで、かなり綺麗になってきていて嬉しいです。ミュートの傷はほぼほぼないです。これが脂肪吸引から術後23日目になります。太ももも特になんか1日単位で大きく変わってくることがもうなくなってきて、術後8日目ぐらい、ほんと一昨日ぐらいからぐっと良くなって、違和感がなくなったり、日常生活がかなり過ごしやすくなりました。ただやっぱりちょっと歩きすぎたりとかすると、むくんだりとか、やっぱ乾燥すると皮膚が酸っぱったりとか、むくみで痛くなるので、そこだけちょっとケアしなきゃなっていう感じです。傷も若干残ってはいるんですけど、もともと足に傷も多いので、そんなに傷のことを私は気にしていません。多分まだ完成形じゃないんで、ここからもうちょっと細くはなっていくと思うんですけど、この足の横のラインとか、前から見た時のこの前張りの感じが軽減されてていいなって感じがします。しゃがむと痛いけど、それ以外は特に問題ないです。脂肪移植23日目になります。今日はちょっとノンワイヤーのユニクロの下着を着用してやってみています。特にワイヤー付きのブラジャーを着なくてもお胸が漏れるようになったのがすごく嬉しいです。変わらず痛みか、違和感っていうのは何もないです。思ってたよりすごくダウンタイムが楽でした、脂肪包丁は。あとは、お胸も変わらず乾燥するので保湿こまめにしてあげるのと、あと脇の下の傷のケア、最初すごい治りいいかなと思って見てたんですけど、今テープ貼ってるんですけど、おこつきとかやっぱりちょっと気になるところがあるので、傷用の薬塗ったりとか、擦れないように保護したりして、傷のケアもしていこうかなと思います。太もも脂肪吸引の術後26日目になります。太ももは昨日インディバに行って少し楽になったのと、左が若干拘縮が強いみたいなので、左を多めにインディバをかけてもらいました。その他気になることといったら、特にもう日常生活も不便なく過ごせているのでないんですけど、寒いとなんか突っ張る感じがするのがちょっと気になります。あとお風呂に入ると乾燥するから、乾燥でもまた突っ張る感じがしますし、それ以外では多分足の違和感とか拘縮の感じにも慣れてきちゃってるっていうのもあると思うんですけど、こういう感じですかね。あとはちょっと足が速く細くなってほしいなっていう感じです。術前の写真と見比べてちょっと気分を収めてるんですけど、6ヶ月半年にかけて徐々にこれからもっと細くなっていってくれるのかなといった感じです。術後26日目になります。今日もユニクロのノンワイヤーブラジャーを着用して撮っています。特にお胸本当に毎日変わりはありません。写真見比べると術後すぐよりはやっぱ若干吸収されてたのかなって感じがあるんですけど、それでも上の部分が今までそげてた感じがしたので、そこに入れてもらえただけですごくふっくらして見える気がします。特にそれ以外は症状変わりないです。脂肪吸引の28日目になります。太ももに関しては昨日と変わらずだいぶ生活がしやすくなっています。ちょっと生理が今来ているので、若干むくみで足がちょっとブクブクっと太くなっているのかなっていう感じがします。拘縮は変わらずかなり良くなってきていて、たまにちょっと筋張ってるというかボコつきっぽいのが気になるなって時はあるんですけど、特に力入れたりとか変な向きにこう足をひねらなければボコつきとか見えなくてすごい綺麗にやってもらえた気がします。それ以外は太ももも特に変わりないです。しゃがむのもゆっくりであればだいぶできるようになりました。膝周りの拘縮が良くなったからか、結構膝の曲げ伸ばしとかがだいぶしやすくなって生活しやすいです。脂肪包協術後28日目になります。ちょっと昨日から生理が来ているので、そのせいで張っているのかなと思いますが、もうすぐで1ヶ月経ちそうな今でもかなり脂肪が残ってくれていて嬉しいです。なんか脂肪包協のいろいろ口コミとか見てると、1ヶ月で結構しぼんじゃったみたいな、なくなっちゃったみたいな方のレビュー見てたんで、ちょっと心配して豆乳飲んだりとか、結構健康的な食事意識してたのがあったのか、自分が想像してたよりはすごく定着してくれてるし、かなり柔らかくなってきていて、すごくやってよかったなっていう感じがしてます。
これが整理終わった時に、ちょっと張り感とか、どうなるのかがちょっと心配なんですけど、まあ、それとちょうど1ヶ月経ったぐらいなので、そこでまたちょっと様子見ていきたいなっていう感じではあります。でもすごく満足しています。太もも脂肪吸引の29日目、明日で1ヶ月になります。はい、術後から1ヶ月が経とうとしていて、だいぶ楽になっています。ただちょっとなんか一つ気になるのが、湯船にちょっと5分とか長めでもないですけど、使ってるとちょっとピリピリした感じ、乾燥してるのかなっていう感じなんですけど、ちょっとそれで足が痛くなるのが気になります。逆にちょっと取るために湯船もできるだけ毎日入っている感じなんですけど、そのなんかピリピリ感というか圧がかかったようななんか違和感があるのだけちょっと気になるなっていった感じです。それ以外は特に何もないです。なんか足が細くなった多分おかげなのかすごい足が長く見えるようになった気がします。あとは、しゃがんだりはまだ若干しづらいんですけど、それ以外は特に日常生活で困ることないです。ふとなんかもう痛み忘れてふと変な体勢シフトした時に出てってなる感じで、特に変わりがないです。死亡放棄術後29日目になります。明日でちょうど術後1ヶ月になります。お胸のダウンタイムほんと1ヶ月間、全然想像してたより楽で、最初の数日間、腫れてる時が若干張り感が強かったので、生理の時のお胸が張ってる時のちょっと倍ぐらい張ってて辛いかなっていう感じだったんですけど、もう1週間もすればお胸は抜歯後からは全然違和感なく過ごせています。自分が想像してたよりお胸なんか定着してくれてるんじゃないかなと思ってて、多分3ヶ月ぐらいまでですかね。ちょっと気をつけて生活していきたいなっていう感じはあります。脂肪吸引の術後1ヶ月です。気がついたら1ヶ月経っていて、太さは術前より若干細くなったぐらいかなと体感は思っています。ただ横から見た時のこの前ももの張り出しとか、横から見た時のここのスッキリさはすごく感じています。まだこれから細くなっていくのかなっていうのが心配なんですけど、ダウンタイム6ヶ月見ないといけないってことなので、ちょっと少しずつ見ていこうかなと思います。術後から毎週週1回インゲバに通ってたので、かなり足が術後すぐに比べたら楽になりました。日常生活特に不便もありません。ただ、急にやっぱしゃがもうとすると、いてててってなるくらいで、他には日常生活には特に影響ないです。気になるのは傷の治りが結構場所によって違くって、鼠径部の部分とか、乳頭はもうわからないんですけれども、膝が傷結構残ってるなっていう感じがします。鼠径部はもうほとんどわからないような感じ、なんとなく色素沈着してるかなみたいな感じくらいなんですけど、膝だけちょっと傷が気になるので、ちょっとケアしていきたいなという感じです。脂肪放棄から術後1ヶ月が経ちました。胸は特に痛み等もなくて過ごせています。やっぱりすごくサイズアップした感がすごくって、やっぱ洋服を着た時に胸の存在感があってすごく嬉しいです。他には、なんか思ってたより脂肪が定着してくれたのかわからないんですけど、想像してたよりはこう大きさ維持してくれてるんじゃないかなと思います。あとは、ここから3ヶ月よくダウンタイムにいてってことなんですけど、ここからちょっと減っていっちゃうのかが心配なのと、体重が突然に比べて3キロぐらい増やしちゃってるので、そこを戻したいんですけど、なんか戻したらお胸が減っちゃうのかなとか、今ちょっと生理中で、生理が終わった後に胸がどう変化していくのかなっていうのがちょっと心配ではあるんですけど、変わらず、美味しい栄養のあるものをとって、ほぼ毎日豆乳パックのですけど、飲んだりして過ごしているので、ちょっと1ヶ月経ったからといって、気を抜かずに、3ヶ月まで頑張りたいなと。太ももから取って脂肪放棄の1ヶ月ですけどね、比較的経過いい感じかなと思うんですけど、まあでも大変でしたよね、ダウンタイムは。太ももが。太ももがね、皆さん言われるんですね。太ももが多分美容整形の中で一番きついと思って。今どうです？上げれます？足上げれるし、しゃがめます。しゃがめます。はい。インネバ結構通ってくださってたんですね。はい。うん。どれぐらいのペースで行かれてました？術後1ヶ月までは週1。ああ、いいですね。うんうん。まあなんか1ヶ月なんですけど、なんかすごいボコボコ感なく自然な感じで硬さあるので、まあやっぱりケアをしっかりしていただいている人の方が治りも良くて経過もいいので、やらなくてもまあ治っていくんですけど、たまにですけど拘縮取れなくてちょっとボコボコしている人がいるので、まあいけるならね、ちゃんとしっかりとケア、術後のケア結構大事だと思うので、拘縮の盛り上がりはあるけど3ヶ月で綺麗になるかなというところですね。でもなんか想像してたよりはなかったら、ね、はい 1.5 ぐらいは上がります。まだワイヤー付きのああ、まあそうですよね。うんうん。まあでも思ったよりは、はい。うん。結構いい感じですね。なんか気にしてたこととかあります？公共の減らないように。うつ伏せには一切なってない。あと横向きもなるべく。ご飯とかは？ご飯は豆乳毎日飲んでる。1リットル。
一時パックのタバコのやつ。 200あ、200のやつ。はい。いいですね。ぜひ試してください。いい食事を心がけてください。で、またちょっと気がしてください。じゃあ、太ももからの脂肪補給をね、3ヶ月ぐらいですかね、ちょっと。はいうん。でですね、結構残った感じあります？まあ、あります。うん。1.5カップから2カップぐらい。って言われました。あ、言われた。どっか下着を買いに行った時に変わった。うん、いいですね。まあ、脂肪補給は結構いつも言ってるんですけど、大体1.5カップで、まあ、よくて2で、たまに2.5カップぐらい上がる人いますけど、まあ、それぐらいで見ていただいて、で、ちょっと本当に減る人はかなり減って、まあ、1カップちょっとだけぐらい上がる人とか、ちょっとバラバラなんですけどね、大体平均が 1.5 カップぐらいかなと思って、それ以上なんか3とか4とか上げたければ2回3回やる人もいますけど、まあ、なんかすごい変化っていうよりは自然な感じで大きくする感じで考えていただいたらいいかなと思いますね。で、太ももですけど、なんかあれですね、ここの傷だけですちょっと気になりますね。はい。で、まあ、ここちょっと1年ぐらい見てほしいですけどね、この付け根もそうですけど、いちょっと傷が一番長いと思うので、ここつけとかあるんですよ。で、ここになんかうっすらちょっと内転筋の筋見えるんですけど、これぐらいが綺麗だと思うんで、傾向が良さそうなんで、ちょっと傷だけ後でクリームまたしとくので、それだけ塗ってもらって、なんか定着のために意識したこととかあります？ワイヤー付きのブラジャーをほとんどつけてないです。ああ、つけてなかったですね。ああ、確かに圧迫は結構ね、脂肪補給良くないので、でもうここからは減らないと思うので、大体 1.5 ヶ月ぐらいまでで定着して、まあ、普通に過ごしてもらったらいいかなと思いますね。で、半年の時ちょっとエコーさせていただいて、最後しこりないかだけ確認して、まあ一応経過観察終了っていう形になるので、またちょっと半年の時に見せてください。